こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、待望のシルクタッチが手に入り、村人取引を利用してエンダーチェストを入手しました。建築準備の方は、木材とそのハーフブロック分のアカシアを集め、そしてピラミッドの対角線に松明を並べて距離を測ったところまでです。いつになったら完成するんだか。さて建築中に使う地図ですが、2階拡張の地図を持っていきましょうか。現在地がわかりやすいですし。片方受け取れてないじゃないの。どうもキャッチングの感が冴えません。さて持ち物の準備は完了です。やっと楽しみにしてた建築に取り掛かれます。しかしこれ、まあ予想はしていましたが、ピラミッド最下層の頂点に移動するだけで一手間です。やっぱりちょっと無謀な広さじゃないかしら。まあ大変なのは下の方だけと信じます。なんといってもでっかい方が見栄えがいいですからね。ひとまず1308ブロックを全部運ぶのは厳しいので、半分くらいはエンダーチェストにしまって、そして一部をハーフブロックにクラフトします。最下層はハーフブロックを積むようだけど、普通の木材積んだ方が手軽じゃないの？ハーフブロックを使った方が建築系っぽいじゃないですか。全部2枚重ねで単一ブロックと区別つかなくなるけどね。さて、では記念すべき最初の1段目を、ここから怒涛の建築が始まります。いや次を置く前に、作業用の足場は除去しておきます。細かいわね。ピラミッドのエリアはなるべく自然な地形のまんまにしておきたいんです。さてブロックの下半分を狙って、水面上はこんな感じでどんどん設置していけばいいですね。さてあと少しで陸地です。ここまでは順調。そういえば前回、もしもピラミッド最下層の Y 座標を岩盤の高さにしたら、60万ブロックほど削ることになるとお話ししましたが、ちょっと勘違いしてました。考えてみたら削る必要のあるのはピラミッドより上にあるブロックだけで、ピラミッド内側のブロックは削らなくていいんです。全範囲を岩盤まで整地する必要がないってことね。で、再計算したら、削る必要があるのは20万ブロックほどでした。あら大変40万ブロックもお得に。すぐ電話しないと。まあ私も一瞬それならできるかもと思いましたが、騙されません。と、木の葉っぱは今削ってしまわないとならないですね。とりあえずこんな感じで。この木、どの道跡で伐採することになるわよね。原木からバッサリやっておけばよかったです。さて、まあ多少の起伏がある地形は覚悟してました。サクサク削ってしまいます。道具の持ち替えが面倒なのでまずは土だけ。まあ向こうも同じ高さくらいのようで、なんとかなるかな。同じ高さくらい？小山に切れ目を入れてるところで、ゾンビが現れたようです。近くの洞窟からはいたようですが、少し探して見つからなかったので放置です。さて、ようやく池到着。ここまで最初の小山だけで10分ほど作業してますが、越えるまであと少しです。で、小山を越えたところで鉄つる橋1本新調しました。思っていた以上に道具を消耗してしまいます。さて、小山の向こうに見えていた山、というかサバンナ大地に差し掛かったところです。先ほど小山と同じくらいの高さかなと思っていたのは思い違いで、あれ小山のてっぺんに立って見上げていたんですよね。つまりほぼ小山の2倍の高さがあるわけよね。で、真上にあった木を伐採した後で、少し先の様子を見てみたのですが、なんか、随分と長くて、少し気が遠くなりました。本当にこれ削るの？やります。やるしかないんですよね。やっと鉄つる橋使ってる場合ではないと自覚しました。でもこんなことがあろうかと効率強化3を作っておいたんですよね。
あ、シルクタッチの追加付与期待してダメだったツルハシね。まあ耐久力なしでは30分と少々しか持ちませんでした。しかし、その後新調したツルハシでついにサバンナ大地を切り開きました。正直この作業結構きついです。石炭くらいしか見つからないし。ところで、次の層を積む時もこんな作業するのよね。エンチャント付きツルハシが必須です。ビーコンも頭をよぎります。さてサバンナ大地手前のチェストに戻ってきましたが、だいたいラージチェスト丸1杯分となりました。ブランチマイニングの分と含めて2杯分ね。溜まりすぎそうだけど。いえ、丸石でクラフトする建築材レシピが多くて、計算上かなり節約しても5杯分は必要なんです。あればあるだけ無駄になりません。さてあとはあっさりサバンナを抜けて、ようやく2つ目の頂点の元に着きました。多分ここまでが一番きつかったエリアで、峠は越えたと思います。越えたというか、峠を切り開いたわね。ところで、砂漠にも砂漠丘陵というものが生成されるわよ。サバンナ丘陵の広さと比べれば些細なはずです。それにしても、松明の置いた数は間違いなかったようでよかったです。これずれていたらゾッとするところでした。さて、建築作業中断して闇の村に戻ってきました。この地図ではせっかくブロック並べても表示されてくれないのが不満です。なので、この縮尺の大きい地図に持ち替えです。今は表示されてないですが、反映させたら表示されるでしょう。まああれだけ長い時間作業して表示されないのは寂しいものね。あれ？ちょっと待って白点が2つあるのですが。つまりテリーはこのワールドに2人いるってことね。ひょっとしてもうテリーは死んでて2代目が出てきたんじゃないの？2代目に手伝ってもらえると助かりますけど、まあただの表示バグでしょうね。さて、最初の頂点に来てみたのですが、見事に無事に建築中のピラミッドが表示されてます。というか、線よね。しかもまだただの一次元だし建築物と言っていいのかしら。全然問題なく疑いようもなく建築物です。で、これが2枚目。サトウキビは持ってきてなくて、急遽3枚目の材料集めをして手間取りましたが、これが3枚目です。さて、ここからが第2ラウンドです。ひとまず砂をどう取るかがポイントとなりますが、シャベルで掘るのがやっぱり疲れずに済みます。松明で一気に砂をアイテム化する方法だと操作が複雑で面倒なんですが、道具を消耗しないのがメリット。どちらも良し悪しなんです。まあ松明だとミスが面倒だったので、結局シャベルで。さて、砂漠の小山に到着です。残念ながらあまり高くないわね。それにしても、砂岩は柔らかいのでサクサク削れて助かります。これなら効率強化なくてもなんとかなります。さて作業が慣れてくると、砂岩に穴を開けて松明を置いてから上の砂岩を崩す、みたいな方法を思いつきました。最後に下の砂岩を崩せば松明が回収できるのでちょっとだけ楽です。どうでもいいけど砂漠の丘陵の中身は全部砂岩なのね。そのようです。今まで石が詰まってると思ってました。ありゃ、洞窟も詰まってたのか。そういえば洞窟は生成されるものね。そしてラージチェストが3分の2を超えた頃、ほぼ小山は突破しました。いつの間にか4枚目の中腹まで来ており、3頂点目まで残り半分、しかもこの先は小山はなさそうです。そしてついに、3つ目の頂点に到着。これもまたズレはなくぴったり、良かったです。でも、ここまで組み上げてまだ最下層の半分よね。まあ残り大半は砂漠ですし、大きな砂山はないと信じます。さてちょっと気になるのが地図なんですが、なんか丸いです。で、確認しに行ってみたら、
確かに地図通りでした。まあそれはそうよね。さてピラミッド最下層の3本目ですが、大したことはなく、まず洞窟を掘り抜いたことと、向かって左側の見事な地形がピラミッドでくり抜かれてしまうことに気づいたことくらいで、起伏が少なくて割とあっけなく4頂点目に到着しました。またずれてなかったわね。さて、最後の一辺を組み始めて10分、砂漠を抜けてしまいました。全く採掘が必要のない、ボーナスエリアの海面と同じ高さのサバンナを抜けると、最初の地図に戻ってきましたが、ここからが最後のサバンナ台地です。まあでもここまで来たら根性ね。アイテム整理してるところで、燃え盛るゾンビが近づいてきたんですが、私のピラミッドに燃え移ったりしないでしょうね。お、レアドロップです。さて、最後に新調したダイヤツルハシが寿命となりました。もうダイヤツルハシ作れるほどにはダイヤが残っておらず、鉄ツルハシの時代に逆戻りです。そして、最下層の建築作業開始から4時間10分が経過したところです。たった一段に4時間超えはかかりすぎでしょ。そう言われてもまさかこんなにかかるとは。まあ次の層からは効率強化のエンチャントを使いまくってサクサクとこなす所存です。さて、闇の村に戻ってきました。早速新たに獲得したハーフブロックのスキルを活用し、地図を見る目線を下げてみると全体像が見やすいです。まあ、見事な正方形ね。各辺がまっすぐになるよう微調整をしつつ、今回はここまでです。次回はダイヤがほぼ尽きたのでまずブランチマイニングを行い、エンチャントを揃えてから森林を探します。大河でも屋根状の森でもジャングルでもいいのよね。はい。あとできれば村を見つけて、効率強化法の村人を引っ越させたいところですが、そちらは運次第です。というわけで次回も頑張っていきます。まだまだ課題多いわね。それではまたね。バイバイ。